ゴールが目前に迫りました。あなたは一層スピードを上げます。足の動きが速まると呼吸は激しくなり、心臓はより激しく拍動し、汗が皮膚の上を流れます。汗はどのようにして突然現れるのでしょうか。その目的は何なのでしょう。私たちが汗をかく状況はいくつもあります。辛いものを食べる、緊張する、そして病気の時などです。しかし最もよく知られ一般的なのは運動でしょう。その場合、私たちは細胞内で引き起こされる活動に対する反応として汗をかきます。ペースを上げるにつれて筋肉はより活発に動き、エネルギー需要が増えます。細胞呼吸と呼ばれる過程では、ブドウ糖と酸素を消費して細胞のエネルギー通貨である ATP を生成します。この過程の多くはミトコンドリアという細胞内小器官で起こります。動けば動くほどミトコンドリアは体にエネルギーを供給しようとより盛んに働きます。しかしこの全過程は犠牲を伴います。細胞が ATP を加水分解すると熱を放出します。その熱が体中の温度センサーを刺激し、それらの受容体は過剰な熱が筋肉細胞から生じていることを感知し、その情報を体温調節を行う視床下部へと伝えます。すると視床下部は交感神経系を通じて皮膚組織内にある汗腺に信号を送ります。汗腺は体中に分布しています。特に密に分布しているのは手のひら、足の裏、そして頭です。汗腺が最初にその信号を受け取るとき、渦巻き状の基部にある細胞を取り巻く水分は多量のナトリウムと塩素を含んでいます。細胞はこれらのイオンを汗腺の一部である中空の管に組み上げます。肝内空は外部より塩分濃度が高いので、浸透圧により水分が流入します。初期分泌液という物質が管の下部に貯留すると、水圧がそれを管の長い直線部分に押し上げます。汗が皮膚に染み出る前に管に並んでいる細胞はできる限り多くの塩分を再吸収し、一連の過程が持続できるようにします。汗の中の水分は体の熱エネルギーを吸収し、表面に達すると蒸発し、代わりに体温を下げます。この蒸発冷却という過程は私たちの祖先にとって大切な順応でした。この過程は運動の時だけに役立つものではありません。汗をかく状況は他にも多くあります。とても辛いものを食べるとやたらと顔から汗が噴き出す人もいます。これは通常熱上昇に反応して起こる温度受容体を活性化する脳の神経反応と同じことを辛さが引き起こすからです。汗をかくことはストレス状況からの逃走反応の一部でもあります。例えば誰かをデートに誘う時や就職の面接の時などです。これはアドレナリンが筋肉の活動を刺激し、血管を広げるからであり、これら2つの反応が体温を上昇させ汗をかかせます。病気になった時にも汗をかきます。熱がある時汗をかくのは感染症が視床下部を刺激して筋肉活動を増やし、より多くのエネルギーを熱として発散させるからです。これが体全体の温度を上げ、病原体にとって居心地の悪い場所にする自己防衛の仕組みとなります。ランニングの時のように発汗は熱の発散を助けます。解熱したりレースで勝ったりすると、温度受容体は熱の低下を感知し、視床下部は発汗反応を終了させます。時々走った後など視床下部は体に失われた水分を補給する必要があるという信号も出します。ですから次のゴールに向かって自分自身を駆り立てている時は、体の調節装置である汗がゴール到達を可能にさせると考えてよいでしょう。自分の体なのによくわからないことってありませんか？そんな方はぜひチャンネル登録を。抜け毛、筋肉の発達、体のあちこちに毛が生える理由など様々なことを学べます。好奇心を糧に知識の幅を広げましょう。